というわけで史上最強のダムが完成。つまり今回は遺跡を出ていったご先祖が世界最強のダムを作った話ってこと。全然今のところ繋がらないんだけど、今見えてるのが前回作った範囲で大昔にどこかへ出ていった人たちがいたって話だったけど、なんでそれがダムになんのよ。なんでってそれは実はまだ発電所がありません。未だ輸入に頼ってるって独立国家なんじゃなかったの？とにかくそれで彼らの足跡をたどって南へ向かった結果、いかにもここにダムができますと言わんばかりの谷がある。というわけで僕らも急いでそこへ向かおう。かなり険しい山越えをしないといけないけど、ここの道は特別に傾斜 7% 強まで許容するのだ。そしたらそのうちこの峠もきっと名所として扱われるはず。それってあんまり良くない話なんじゃないの？イニシャル D のない世界線の方がいいってこと？もし消されても僕は知らんのだ。とりあえずまずは傾斜とカーブだけ先に決めて、後からそれに合わせた地形を作るっていつも通りの手順で進めていくのだ。こういう場所の周りってあんまり作れるものが多くないよね。駐車場と小さい商店とかはところどころに欲しいのだ。そういうのって好みも割れそうなポイントだと思うけど、シミュレーション的には無意味なものを作りたくないって考えもあるよね。君はどっち派なのだ？というわけで峠の傾斜はこんな感じ。全体が開通するまでにはどこに何を作るか考えておくのだ。ユーロビートと共に何か通り過ぎたぞ。この先は目的地がはっきりしてないとやりづらいから、先に谷の方を作っておこう。ご先祖が遺跡を出て南を目指した理由は文化と確執だけじゃなくて水害がきっかけだったわけだから、水源の管理って優先順位が高くなるはずだよね。峠の話はスルーでいいのか？現代では山を越えてきたと南ではスピードで決着つけようとしてるなんてことを考えてたんだけど、そこを掘り下げるところまで今回作るかわかんないからパス。じゃあさっきの映像は何のためにあったんだよ？使いどころがなくてお蔵入りしたら嫌じゃん。構成も考えずやりたいことに走り続けるのをまずやめなさい。先に水源とダムを置いちゃおう。水力発電所をアンロックしたら高さを合わせた崖の上に作るんだけど、湾曲してた方がいいか悩ましいよね。結構悩んだけど今回はまっすぐで、あとはこのダムをどうしていくかだけど、とりあえずこの薄さが気になる。そしてここに新しい川ができたからには何かしらの用途に使いたいんだよね。本当なら滝の中から船が出てくるみたいなことができればいいんだけど、それは難しいから今回は石油タンカーを使おう。ダムの厚みを増やすついでにダム周辺の施設と合体させて要塞みたいなドックにしたいのだ。なんで全部くっつける必要があるのよ？厚みの違和感を除くために別の違和感作ってるじゃん。それはだって遺跡を出てきた彼らにとっては狭いところに全部詰め込んであることが普通だったからなのだ。例えばだけど田舎暮らしが長い人と都会暮らしが長い人、パーソナルスペースの感覚にはすごい差があるよね。そもそも都会じゃ他人との隙間が数センチしかないことに慣れなきゃ生きていけないからね。だからといって詰め込めばいいってわけでもないでしょ。彼らにとっては大昔から続けてきたことなんだから、問題についての対処もお手の物なのだ。きっと騒音や振動に関する技術も独自に発展してるはず。というわけで 150m のダムに似つかわしくない厚さを一見ハリボテのようで実際はいろんなものが詰まってる感じに埋めていくのだ。 150m のダムだったらだいたい 100m 近い厚みは必要になるよね。アーチ型だったら薄く作れるけど、それに必要なのは左右の岩盤が強そうに見えることだから、ちょっとそれは今回作りたいものとは違うかなって思ったのだ。高さの雰囲気を見るために船を並べておこう。あとそれから今回コンクリートっぽいパネルを並べてダムを作ってるけど、表面のテクスチャが全部同じになっちゃうからデカールを貼ることで少しずつ差を作りたいんだけど、デカール一つ一つには重なり順の設定があって、どの階層に貼られるかが全部違うんだけど、使いたいものの挙動が欲しかったものと違ったりするんだよね。だから 100m×100m くらいの巨大なデカールを自分で描いた方が早いかなって結論になったのだ。できるだけたくさん欲しいから時間がある時に少しずつ描いていくのだ。レパートリーはあればあるほどいいよね。とりあえず一つだけ柱を追加してみたけど、あとはもうちょっと全体ができてからにしよう。そしてここからはかなり長い間地獄のパネル貼り作業なのだ。作業しながら反対側には何を作ろうかなって考えてたんだけど、こっち側が石油タンカーとドックっぽい感じの施設だったら反対側は貨物とか別の形の港にしようかな。本当に何でもかんでも全部入りにするつもりなのね。こういう作成作業動画を作ってて思ったんだけど、作成風景の画角が常に定点の映像ってあるよね。あれって結構すごくない？考えながら作ってるんじゃなくて最初から全部図面があるってことなのかな。間を全部カットしてるだけなんじゃないの？仮に間をカットする作業がスクリプトで自動だとしても、僕は毎回定点にカメラを
を移動することすらめんどくさい。だったら最終的にはそっちの方が早く完成しそうだけどね。 AI が発達してなかった頃から存在してたことがすごいって話で、今となっては簡単に画角が同じポイントだけ自動で切り出せちゃうけど、こうやって感動できることが失われていくのも少し寂しいよね。それでなんでそこに屋根を作ってるんだ。ここは機能のない置物としておいたけど、せめて車は走らせたりしたいんだよね。それで最終的には山の中までつながった大きな施設がありそうな感じにしたいのだ。さっきオスプレイが並んでたけど、ここは軍事基地なのか。国境に一番近い場所だからね。物理的に最強ってそういうこと？ダムが変形合体するとでも思ったのだ。そんなことはないけど、実際強いのはダムではないじゃん。国境に近い重要なインフラを守ってるって考えたら全部合わせてダムみたいなもんなのだ。というわけでダム本体の大まかな形は完成したのだ。ここからはこれを中心とした周りの街を作っていこう。シティーズスカイライン2。とりあえず居住区を作っておきたいんだけど、まずは最初にここへ到達した人たちが住んでいるところが欲しい。となると日陰をたくさん作ってあげた方がいいよね。遺跡の文化を嫌って移動してきたんじゃないのか。最初はきっとそのつもりだったんだけど、結局は似た環境が住み心地が良かったってことなのだ。ここは後で岩場にするとして、さらに対岸に切り返して橋を架けよう。そんなところを渡さなくても対岸に山を降りやすいところあるよね。入るかどうかが一番大事なの。あとそれから対岸の山の中には大規模な施設が埋まってそうな感じにしたいから、このまま直接トンネルになるような道路が欲しかったのだ。その先には何ができるの？ここは軍事施設だから隣は空港かな。動きのない施設が多いのは嫌だから、隣には民間の滑走路が欲しいのだ。山を削って小さい空港を作ったら、この空港の貨物オプション用の空き地部分に軍事基地専用滑走路を手作りで増やそう。すぐ横の斜面にハンガーがある感じに、山の上には管制塔みたいなのが欲しいのだ。あとは滑走路その他のお絵描きタイム。小石だとかゴミがたくさん転がってない？この石とか木って全部空港付属のものだから、何かの弾みですぐ復活しちゃうのだ。全部が完成した後、付近をもう触ることはないって状態になってから削除しないといけないのだ。空路の次はバス路線も拡張しよう。この場所ってマップの入り口には一番近いけど、構造的には最も奥に位置するわけだから、経路の選択肢はできるだけ多く便利にしておく必要があるよね。というわけでルール上高速道路への接続はできないんだけど、バス停を作って乗り降りだけはできるようにしよう。ここから中央へ直接行ける路線ができればかなり使われそうな気がするね。ここを作ってて初めて知ったんだけど、バス停って高速道路上に直接置くことができるんだね。今までやろうとしたことがなかっただけなんだけど、なんだか勝手にできない気になってたのだ。そして見ての通り最初は一般道で作ろうとしていて、このままだと路上駐車がまずいことに気づく。いつも路上駐車なんて気にしないのに。さすがに国境付近はダメでしょ。ということで全部高速道路に張り替えてから入管管理局を作ろう。入り口はどんな形にしようか悩んだけど、やっぱり遺跡と似たようなものがいいと思うのだ。みんな故郷には愛着あったんだろうね。そういうことにしておくだけで、同じパーツを使い回して似たようなものを作ってればいいことになるわけなのだ。そのセリフはだいぶ余計だな。バスやタクシー限定ではあるけど、ここは入り口なんだから周辺はできるだけ綺麗に仕上げるようにしよう。とはいえ一般道がないから作れるものが限られるし、主にサーフェスとデカールで作ることになるけど、とりあえず仕上がりの雰囲気はこんな感じになりましたのだ。地表の見た目をいじれるようになってから、サーフェスをいくつも重ねてた時間がだいぶ短縮されたね。次は空港の奥の道をさらに延伸して、こっちにも峠道を作ったらぐるっと一周開通したから、内側にもバスを走らせよう。昔に比べると随分地形をいじるのが簡単になったよね。難しいことに時間をかけてじっくりやるのが楽しくもあるから、なんだかちょっと複雑な気分なのだ。ところでバスの路線の全体距離によって最低稼働台数が決まるのって、バスをさらに少なくする方法って存在するのだ。もし知ってる人がいたら教えてくれたら嬉しいのだ。田舎を作りたいからとかって需要はあると思うんだけどな。それじゃ全体の構造的な部分は完成したから、あとは見た目の総仕上げなのだ。ここの屋根のパネルの上にも車を走らせたいんだけど、海面から50メートル以上あるから、どうやって作るか悩ましいんだよね。結果的とはいえかなり防衛しにくそうな場所に拠点要塞作ってるよね。それは遺跡から来た人たちの差がでもあり、しかも入り口が少なくて局地的に集まるってマップのテーマにもマッチするのだ。この後は本来ならこの斜面全体のところどころに人が住んでいたりとかって感じにしていきたいんだけど、最終的にここにも鉄道や地下鉄が到達する予定だから、それらの配置が決まってからにしたいのだ。ということでここからは主に見た目部分の作業をやっていこう。ここはダム方面に向かってきた車からすると一番最初に接触する場所になるから、基地の一般向けエントランスみたいな場所を作ろう。
階段みたいな細かな経路を作ってもいいんだけど、ここを歩く人を気遣う必要はなさそうだから、山の中がつながってそうに見えれば OK ってことにしておくのだ。ここの上なんかはこういう大きいタンクをたくさん並べようかなって思ってたんだけど、大きいタンクがみんな地面まで足を伸ばしたがる。空中に配置できるタンクが小さいものしかなさそうなのだ。仕方なくちっちゃいタンクを並べていこう。そして大問題なのが、ここではサーフェスやレーンが使えないってこと。しかも今張ってるコンクリート色のデカールが、これを作った時はある程度何の上にでも乗るものが欲しかったせいで、今度は逆にほとんどのデカールがこれのさらに上に貼ることができないのだ。というわけで一旦どうするか他の場所を触りながら考えよう。ダム側のエントランスをちょっと大きめに建て替え、ここはフェンスなんかが多めに必要だとは思ってたんだけど、斜面にレーンは使わない方がいいから、かといって手置きは面倒だなって一旦放置されてたのだ。そしていろいろ考えを巡らせた結果、今回で全部完成させようとするのは諦めよう。追加で大量にデカールも書かないといけないし、地下鉄なんかがここに到達する頃までにしっくり仕上げていくのだ。この広い範囲でダムと空港の一部以外ほとんど手作りなんだから、最初っから無理だと思ってたけどね。それじゃ今回の動画はどこまでやるの？ね、ダムに汚水を貯めるとこまで。ああ、このチャンネルいつ方向転換したの？シティーズとダムって言えば汚水は切っても切り離せない作法みたいなもんなんじゃないの？あんたは何が面白いのか理解できないタイプでしょ。黙らっしゃい。僕はこのダムが最強だってことを証明しなきゃいけないのだ。別にこれが最強ってことでいいと思うけど、それはダムをそういう角度で作ることがないってだけじゃん。シリーズとして大事なのはダムと要塞を作った人の物語なんじゃなくて、ここは正論禁止。そして空港のゴミ回収が遅れてるっぽい。よくよく考えたらゴミ関連はマックの反対側にしかないんだよね。こっちの隅っこにも作っておこう。そもそも発電所がないってのが問題だったんじゃないの？そうなんだけど、ダムが満水になるまでちゃんと発電はしてくれないっぽい。やっとそろそろ満水になりそうなのだ。今回ほとんど時間が動いてないもんね。というわけで皆さんお待ちかね。汚水を貯めていこう。待ってた人本当にいるの？それで汚水業界に進出して一体何をしようっていうの？汚水とダムをどう戦わせるか真面目に考えてたんだけど、結局先送りにして街を作りながら編集も進めていくって話になったよね。編集しながら思ったんだけど、10分弱の動画を最後まで見てくれる人が4割って仮定したら、汚水を見に来た人って多分ここまで到達しなくない？だからオールインする気がないなら足を突っ込んじゃダメな業界なのよ。それじゃ結局これから何をやってもマイナスだし、そもそも汚水にダムが負けるわけなくない？それを考えてエンタメに昇華させる業界なんじゃないの？とりあえず発電は開始してるはず。はあ？原子力2つ分以上なんだけど、やっぱりダムは最強なのだ。